ども吉田です。アンバーニックによる待望の Windows ゲーム機、いわゆるゲーミング UMPC の Win600 を入手しました。良質な中華ゲーム機を多く出している、アンバーニックさんのことは個人的にすごく応援していて、いつかハイクオリティなゲーミング UMPC を出してくれと渇望していました。今回やっとそれが実現して、実際に手にしたわけなんですが、って感じです。まあ気になる点はレビュー内で上げていきます。ではこんな感じで見ていきたいと思います。開封しながらスペックについて簡単に説明していきます。本端末はあくまで安価なゲーミング UMPC で、CPU 性能的には GPD Win2 程度のものらしいので、ゲームを遊ぶのは厳しそう。なのでちょっと古いゲーム、もしくは軽めのインディーゲーム、もしくは GC あたりまでのゲームをエニュで遊ぶような用途として考えられます。箱はこちら、かなり大きな箱で届いたので驚きました。箱もアンバーニック史上過去最大ですし、いつものシンプルデザインではなく黒を基調とした上質な箱です。今回は上位モデルの 3050E で検証していきます。他に特徴的なものとして、メモリやストレージを自分で換装できることとかですかね。他にも SteamOS の導入など色々できますが、今回は完全な初期状態 Windows 10で試していきます。内容物はこちら。本体、保護ガラスフィルム、保護フィルム用クリーナー、説明書、英語と中国語の2カ国語で表記されています。USB-C ケーブル、充電器です。充電器は出力ワット数が大きいものが必要なので付属してきたと考えられます。本体画面側には右側に ABXY ボタン、スタートボタン、Windows キーとアナログスティック、左側には十字キーとセレクトボタン、ホームボタン、アナログスティックがあります。ABXY ボタンはいわゆる Xbox 配置になっています。これはおそらく、本体のコントローラー自体が Xbox コントローラーとして認識されるからかと。サイズ感的には AirNeo 2021 Pro よりも少し小さくて軽いかなって程度。背面にはアンバーニックのロゴと説明文、ファンの吸気口がついています。上側面には左から充電用 USB-C ポート、USB-A ポートいわゆる普通の USB、リセットボタン、ファンの排気口があり、下側面にはイヤホンジャックがあります。左側面にはボリュームボタンと電源ボタン、右側面にはコントローラーとマウスを切り替えるスイッチ、キーボードボタンがあります。この3つが意外と便利で、すべてのゲーミング UMPC に搭載してほしいと思います。本体質感はこのように、光沢感のあるメタル風シェルとなっています。手に取ってみた正直な感想は、チープだなって印象です。RG503 をそのまま大きくしたような質感なんですが、大きくすればするほど粗さが目立つというか、プラスチックならではの安っぽさを感じます。それだけならまあ慣れれば特に問題ないんですが、一番の問題はシェルの噛み合わせが悪く、グリップした際にきしみがあることです。もちろん個体差、もしくはサンプル品固有の問題って可能性もありますが、側面の噛み合わせ部分をよく見てみると精度があまり高くなく、ちょっと色々気になります。ボタンの押し心地はおそらくこれまで同様のパーツって感じではあるんですが、RG503 と同様、少し柔らかめな印象です。シェルの素材とかに依存してるんですかね。あとは RG503 ではボタンを同時押ししようとした際明らかに引っかかりがありましたが、今回はそのような現象は確認できませんでした。十字キーもいつも通りで、しっかりと入力できる良い十字キーです。ちなみに十字キーやホームボタンは光ってるみたいな色していますが、光ってません。青いだけです。また LR ボタンはカチカチとしたものではなく、ボタン的な押し心地がある音が鳴りにくいものとなっています。押し心地は悪くないですが、個人的にはカチカチが好き。Windows キーやホームボタンはスイッチのホームボタンみたいなプチプチ感。スタートボタンセレクトボタンはいつも通り、ボタンの押し心地です。また今回はグリップが作られているので非常に握りやすいんですが、少しボタンの位置が全体的に下すぎる印象を受けました。FPS などのゲームをやろうと思うと、アナログスティック LR ボタンをよく使うと思うんですが、どうも LR ボタンに指をかけながらアナログスティックを操作すると、距離が大きすぎて操作しにくいなと感じます。見た目のバランスをとってこのような配置になったのかもしれませんが、せっかく握りやすいグリップを作っているのにもったいないと感じてしまいました。画面は十分に満足な液晶です。画面サイズ 5.94 インチ、解像度 1280×720 と、大きさを考えるとちょうどいい画面かと、若干白っぽいかなと思うこともありますが、ゲームをしていて表示がおかしくなったりすることもないので個人的には何の問題もありません。気になったのが、この端末は Windows の使用上タッチパネル操作が必須となってくるんですが、Steam でゲームタイトルのダウンロード、重いゲームを遊ぶなど行っていると画面が非常に熱くなってタッチ操作がやりづらくなります。
基本的に普通の Windows 端末なので、Windows ユーザーは違和感なく使うことができます。コントローラーでの操作もできますが、基本的にはタッチパネル操作が便利です。まず電源ボタンを投げしで起動します。なぜか横で表記され焦るも。設定画面が現れました。初期設定をどんどん進めていきます。まあ指示通りに進めていくだけで特に問題はありません。私は何も考えず進めてしまったんですが、どうやら Wi-Fi に接続しない状態で設定を進めるのが良さそうです。すべてお任せくださいとか心強い。デスクトップ画面が現れました。Steam は初期状態からインストールされていて、Steam で遊べよって意思が伝わります。ちなみにログイン画面でキーボードが出てこないよって人は、右側面にあるキーボードボタンを押してみてください。どのくらいのゲームタイトルが動くかがスペックだけだとわかりにくいので、様々なゲームで動作確認をしてみました。ハットインタイムくらいの 3D ゲームなら動くだろう、と思ってテストしてみたところ処理落ちします。画質を落とせば動作しますが、あとこの端末でプレイしようと思って購入したコアキーパーが処理落ちします。サンドボックス系が悪いのかと思ってターラリアとかスターデューバレイをプレイしてみましたが、特に問題なく遊ぶことができました。単純にコアキーパーの要求スペックが高すぎたみたいです。他の 2D ゲームは大体問題なく動作する印象です。ゴストワイヤー東京も動くけどもちろん遊べないレベル。こちらに関しては画質を下げても厳しそうです。しかし他にも色々試したところ、ファラウト4が気にならない程度のラグで遊べたり、テイルズ・オブ・ベスペリアも画質はちょっと落ちるものの普通に遊べたり、何よりモンスターハンターサンブレイク体験版も遊べるレベルで動くことを確認しました。低画質にすれば解像度が荒くなるものの、スムーズな動作で遊ぶことができます。最初に試したいくつかのゲームとの相性が悪すぎた。エメもテストしてみたところ、GC あたりなら普通に遊べるかなって感じでした。つまり、スイッチで遊べるゲーム、Xbox 360で販売されていたゲームは遊べそうって感覚のスペックだと感じました。もちろんスイッチで遊べるけど動きが悪いゲームもたくさんありますが、動作確認してみた感覚としてはそんな感じです。他にも Twitter 上でテストプレイ動画を色々上げてみてるのでチェックしてみてください。めっちゃプルプルしてる FF13。謎。最近では AYN60 や AYANEO や R プラスなど、比較的安価なゲーミング UMPC 端末が続々と発表されています。その中でいち早く購入できるのはメリットではありますが、他の端末が出てきてから比較検討してみてもいいんじゃないのというのが本音。シェルの品質や性能など、色々言いたいことはありますが、個人的にはアナログスティックの位置が下すぎることによる操作性の悪さが一番ネックだと感じました。Xbox 360あたりで発売されたゲームが遊べれば良い。インディーゲーム、ノベルゲーム、ギャルゲー等をメインに遊びたい。GC あたりまでのエニャ気にしたい。少しでも安いゲーミング UMPC を欲しい。少しでも小さく、少しでも軽い端末が欲しい。SSD メモリの乾燥、SteamOS の実装などで自分なりに最強の端末を作り上げたい。あたりの人におすすめって感じでしょうか。SteamOS やメモリ乾燥はそのうち試してみたいと思います。カスタムできる仕様になっているのはなんかすごく中華ゲーム機らしいですね。